ちょっと想像してみてほしいんですけど、あなたが念願のマイホームを買ったとしますよね。はい、いいですね、マイホーム。で、権利書を手に入れて、新しい鍵を受け取って、庭の周りにぐるりとフェンスを立てるわけです。自分の敷地がどこで終わって、高校がどこから始まるのか、その境界線がはっきりと目に見える状態ですよね。間違いなく安心しますよね。境界線が明確であること、つまりフェンスの内側にあるものは自分の所有物であって完全にコントロールできる。そう、コントロールできる感覚です。そして外側の世界の厄介なルールはそのフェンスの門で立ち止まってくれるという明確な安心感ですよね。まさにそれです。でも、もしある朝目覚めたら、誰かが目に見えない形でそのフェンスの位置を数メートル動かしていたとしたらどうでしょそれはちょっとパニックになりますね。う。ですよね。あるいは、死が突然、今日からあなたの庭の半分は公共の公園ですと言い出したりとか。もっと怖いのは、寝ている間に家のセキュリティシステムが勝手に別のものにすり替わっていたりしたら。ああ、あんなに確固たるものだった自分が所有しコントロールしているという感覚が一瞬にして崩れ去ってしまいますね。はい。で、今回の深掘りセッションへようこそ。いつも聞いてくださっているあなたに向けて、今日も膨大な情報ソースの中から最も重要なインサイトを抽出していきます。情報過多に圧倒されることなく、今世界で何が起きているのかを素早くかつ深く理解する。それが私たちのミッションですね。そういうことです。さて、これを紐解いていきましょうか。今回集めたソースは2026年3月18日付のテッククランチからピックアップした5つの記事です。はい、目を通しました。法廷闘争からスマートフォンのバックグラウンドアップデート、AI の構築、そして人間専用のウェブまで多岐にわたっていますね。一見バラバラに見えると思うんですけど、実はこれらを貫く隠れたテーマがあるんです。それがコントロールと満床性をめぐる主導権争いなんですよね。コントロールと満床性ですか？はい。誰がルールを決めるのか、誰がシステムを構築するのか、そして私たちが触れる情報が本物であると一体誰が保証するのか。今日はこの視点を持ってあなたと一緒に深掘りしていきたいと思います。なるほど。まず最初に見えてくるのが、システムとルールのコントロールに関する非常に対照的な動きですよね。対照的な動きと言いますと、つまり、外部の規制当局と正面から激突している企業がある一方で、ユーザーの背後で極めて静かにコントロールを強化している企業があるという点です。面白い対比ですね。まずはじゃあその激突している方のニュースからいきましょうか。予測市場プラットフォームのカルシーの話題ですね。アリゾナ州が彼らを違法なギャンブル事業だとして初の刑事告発に踏み切ったという見出しでしたね。これ要するに州の規制当局と、いやいや私たちを規制されるようなビジネスモデルじゃないですよと主張するテック業界の間でバチバチにやり合っている最新の事例ですよね。まさにその通りです。なんかこれ初期のウーバーが私たちはタクシー会社じゃなくてただのテクノロジープラットフォームですって主張して世界中の法律とぶつかったのと同じ匂いがするんですよ。確かに。これって結局新しいテクノロジーが古いルールを枠をただはみ出しているだけなんでしょうか。そのウーバーの例えは非常に的確だと思います。ここで非常に興味深いのは、テクノロジー企業が既存の地理的な境界線とどう対峙しているかという構造的な摩擦なんです。地理的な境界線ですか？インターネット上のプラットフォームって本質的にボーダーレスに設計されていますよね。でも法律には宗教という明確なラインが引かれているわけです。なるほど。さっきのフェンスの話につながりますね。はい。アリゾナ州から見れば、結果を予測してお金をかける行為は、それが大統領選挙であれ、明日のインフレ率であれ、既存のギャンブル法というフェンスの内側にあるとみなされるんです。でもカルシ側からすれば違うと。彼らは、これは金融市場のヘッジやデータ予測の新しい形であって、カジノのルーレットとはメカニズムが全く違うと主張しているわけです。つまりこれは単なる違法か適法かの話じゃなくて、その行為を定義する権利、言うならば辞書を編纂する権利をどちらが握るのかという主導権争いなんですね。そうです。だからこそ法廷という目に見えるリングの上で大声で言い争っているわけです。へー、なるほど。で、この外での目に見える戦いの対極にあるのが次に取り上げるアップルの動きですよね。はい。彼らは外部と争うのではなく、自分たちのエコシステムの内部においてユーザーすら気づかない形でコントロールを強化しました。そう。このアップルのニュース、個人的にすごく引っかかってるんですよ。
iPhone や Mac 向けに初のバックグラウンドセキュリティ改善が配信されて、サファリの脆弱性が修正されたっていう件なんですけど。ええ、最新ソフトウェアのアップデートですね。ちょっと待ってくださいよって思うんです。これまでは端末の再起動を求められたり、長いプログレスバーを眺めたりして、私たちユーザーはアップデートをちゃんと意識してましたよね。確かに、よし、今からシステムを更新するぞという一種の儀式がありましたね。そうなんです。でも今回のこれは、例えるなら寝ている間に忍者が家の鍵をこっそり最新のピッキング対策済みのものに交換していくようなものじゃないですか。忍者による鍵交換ですか。非常に視覚的で面白い表現ですね。いや、確かに安全で便利かもしれませんけど、ユーザーから自分の端末をコントロールしている感覚が奪われているような気がして、なんかモヤモヤするんです。わかります。では、その忍者がどうやって音も立てずに鍵を交換しているのか、少し技術的な裏側を解説しましょうか。ぜひお願いします。なぜアップルがこのような手段に出たのかというと、従来の手動アップデートでは、ユーザーが今は忙しいから後でをタップし続けてしまい、重大な脆弱性が何週間も放置されるという深刻なリスクがあったからです。やっちゃいますね、それ。後で通知の無限ループ。ええ、そこで彼らが導入したのが、いわゆるホットパッチングに近い技術なんです。ホットパッチング。それって、動いている最中に直すってことですか？その通りです。OS 全体の根幹部分と、サファリを動かしている Web エンジンのコンポーネントをうまく切り離して、システム全体を再起動することなく、メモリ上の特定のコードだけをシームレスに書き換えるんです。そんなことできるんですか？これはエンジニアリングとしては非常に高度な技ですよ。高速道路を走りながらタイヤを交換するようなものですからね。走りながらタイヤ交換。それは確かにすごい技術ですけど、結局のところユーザーの利便性や安全性という名目と引き換えに、アップルが決定権を完全に握ったってことですよね。そういう見方もできますね。あなたたちユーザーに任せておくと危険だから、私たちが裏で全部やっておきますよっていうメッセージに聞こえます。まさにそこがポイントです。ここで起きているのは摩擦、つまりフリクションの排除なんです。しかし摩擦がなくなるということは、プロセスが見えなくなる。透明性も同時に失われることを意味します。なるほど。カール氏がルールの適用をめぐって外側で大声で戦っているのに対して、アップルは内側のルールを無音で書き換えていると。ええ。アプローチは真逆ですが、誰がコントロールを握るかという本質は全く同じなのです。はあ、そういうことか。国家が企業をコントロールしようとする一方で、企業はユーザーの背後でシステムへのコントロールを強めているわけだ。そういう構図ですね。じゃあその巨大企業の手から、今度はエンタープライズや開発者が自分たちの手にコントロールを取り戻そうとしている動きを見てみましょうか。ここで AI の話題に切り替わります。フランスの AI 企業、ミストラルの新しい動きですね。はい。ミストラルフォージュという新しいサービスが発表されて、企業に対して自社のデータを使ってゼロからカスタム AI モデルをトレーニングできる機能の提供を始めました。これはオープン AI やアンスロピックといったライバル企業が主流としているアプローチへの真っ向からの挑戦と言えます。既存のアプローチっていうと、いわゆるファインチューニングとか RAG と呼ばれるものですよね。そうです。違いを明確にしておきましょうか。RAG というのは外部の非常に賢いアシスタントに自社のマニュアルやドキュメントをその都度読ませて答えさせるような仕組みです。毎回資料を渡してこれ読んで答えてってお願いする感じですね。ええ。そしてファインチューニングはそのアシスタントに自社特有の専門用語や言葉遣いのトーンを教え込むようなものです。しかしどちらのアプローチでもベースとなっている知能そのものは巨大企業の所有ものなんです。それ私なりの例えで言わせてください。オープン AI のアプローチって家具付きの高級賃貸マンションを借りてカーテンやクッションだけ自分好みのものに変えるようなものですよね。おー、なるほど。手軽で綺麗だけど根本的な間取りは変えられないし、結局は大家さんのルールに従わなきゃいけない。はい、まさにその通りです。それに対してミストラルのゼロからトレーニングはレンガをどっさり渡してきて、ほら自分の土地、つまり自社の独自データセットの上に一から自分だけの家を建てろと言っているようなものだと。完璧な例えです。間取りから自分たちで決めることの重要性ですね。これをより大きな視点で捉えると、なぜ企業がそこまでデータの主権にこだわるのかが見えてきます。でもちょっと待ってください。ゼロから AI モデルをトレーニングするのってめちゃくちゃお金もかかるし膨大な計算リソースが必要ですよね。
莫大なコストがかかります。企業は本当にそこまでコストをかけてでもコントロールを優先するんでしょうか？普通にオープン AI の API を使った方が圧倒的に安くて早い気がするんですけど。非常に鋭い指摘ですね。短期的にはおっしゃる通り API を使う方が安上がりです。しかし、中長期的なリスクマネジメントの観点から見ると、景色がガラッと変わるんですよ。リスクマネジメントですか？企業にとって自社の独自データは生命線です。既存の巨大な AI モデルに依存し続けることは、自社のコアビジネスを他社のブラックボックスの中に預けてしまうことを意味します。なるほど。もし明日その AI 企業が規約を変更して特定分野の回答を制限したり、API の価格を10倍に跳ね上げたりしたらどうなるか。昨日まで使えていた自社のサービスが突然崩壊するリスクがあるんです。うわー、それは怖いですね。いわゆるベンダーロックインの恐怖ってやつですか？その通りです。だからこそ多大なコストを払ってでも完全に自分たちでコントロールできる知能を所有したいという強い欲求があるのです。賃貸マンションの大家さんに突然明日から家賃10倍ねって言われる恐怖から逃れるためのマイホーム建築だったんですね。そういうことです。そしてこのコントロールを取り戻したいという欲求は巨大企業だけじゃなくて個人の開発者レベルでもものすごく熱い議論を読んでますよね。今週 GitHub で大論争になっていたギャリー・タンのニュースです。Y コンビネーターの CEO ですね。クロードコードのセットアップに関する話題です。彼が自身の開発環境のセットアップを公開したところ、絶賛と非難が入り混じる大反響を呼んだっていう。これ見出しだけだと単なるツールの設定でしょって思っちゃうんですが、そう見えますよね。一体彼の中で何が起きてどういう設定を公開したからこんなに炎上騒ぎになったんですか？クロードコードというのは AI モデルのクロード、ターミナル、つまり開発者のコマンドラインに直接統合するツールなんです。はいはい。で、彼が公開したセットアップの何が過激だったかというと、彼が AI に対してコードを読むだけでなく、コードを書き、テストを実行し、さらにはシステム上でコマンドを自律的に実行するという極めて深いレベルのアクセス権限を与えていた点なんです。それってつまりチャット画面でこのコード直してってお願いするレベルじゃなくて AI に自分のパソコンの実行権限という車のキーを丸ごと渡しちゃってるってことですか？まさにそういうことです。AI が自律的なエージェントとしてシステム内で直接手を動かすわけです。それはちょっとやりすぎなんじゃないか。これを未来の効率的なワークフローだと絶賛する層がいる一方で、セキュリティの観点から見ても人間が介在しないプロセスとしても危険すぎると非難する層が激突しました。なるほど。開発環境のセットアップっていうのはプログラマーにとって単なるツールの接点じゃなくて人間と機械はどう協業すべきかという彼らの哲学そのものなんですね。ツールがパーソナライズされればされるほどその人の思想が反映されるというわけです。でもこのニュースで私が一番驚いたのはその GitHub 上の議論に対してクロードやチャット GPT、ジェメニーといった AI モデルたち自身までがこのセットアップについて意見を持っていたという事実なんですよ。はい、そこも非常に興味深いポイントですね。どうして AI が人間のワークフローに対して意見なんて持てるんですか？それは AI の学習の仕組みに由来します。これらの大規模言語モデルはインターネット上の膨大な議論やセキュリティプロトコル、ベストプラクティスを読み込んで学習していますよね。はい、世界中の知識を吸収してますね。そのため、単のセットアップの内容を入力として与えられると、AI 自身が、この権限の与え方は一般的なセキュリティガイドラインから逸脱しているなとか、この自動化は人間の監視プロセスをバイパスしているといったコンテクストを理解するんです。へー。そして、一種の批判的フィードバックを生成することができるというわけです。ふわー。AI が単なる電卓からちょっとご主人そのやり方は危険だと思いますよって口を出してくるコラボレーターに進化したってことですね。そういう側面がありますね。人間が AI をコントロールしているつもりが AI が人間のコーディングプロセスを評価している。ここでも境界線がぐちゃぐちゃになっていますよ。本当に複雑なエコシステムになりつつあります。企業は数億円かけて独自の AI を作りたがり、開発者は AI にどこまで権限を渡すかで激論を交わし、AI 自身もそれに口を挟んでくる。テクノロジーの世界がここまで AI を中心として回っていくと、ふと自然な疑問が湧いてきませんか？どんな疑問でしょうか？じゃあ
AI が一切関与しない純粋な人間の居場所はどこへ行ってしまうのかってことです。なるほど。そこで最後のトピック、検索エンジン鍵のスモールウェブにつながるわけですね。そうなんです。モバイルデバイス向けに人間だけのインターネットであるスモールウェブの提供が開始されました。これ、個人ブログとかウェブコミック、インディペンデント系の動画など非営利で人間が作成したウェブサイトをなんと手作業で厳選して集めているそうなんです。非常に象徴的なタイミングでのリリースですよね。これは重要な問題を提起しています。でも正直に言っていいですか？今のインターネットの規模からしたら3万サイトなんて砂浜の砂粒みたいなものですよね。確かに規模としてはごくわずかです。90年代のようこそ私のホームページへみたいな古き良き時代へのノスタルジーなんでしょうか？それとも先ほどまで私たちが話していたような AI 主導で大量生産される世界に対する私たち人間の避難所、サンクチュアリーとして機能するんでしょうか？あなたはどう思いますか？私は間違いなく後者だと考えています。これは情報型の時代における申請性の価値の劇的なシフトを意味しているんですよ。申請性の価値のシフト。少し前までインターネット上の価値あるプラットフォームといえば、いかに多くの情報にアクセスできるかというスケールが勝負でしたよね。はい、Google 検索とかまさにそうですね。しかし今、AI が秒間何百万という SEO 対策済みの無難な記事を自動生成し、検索結果が情報に似た何かで埋め尽くされています。ありますね。検索してもアフィリエイト目的の AI 記事ばかり出てくること。そうなんです。情報の洪水で溺れそうになっている私たちにとって、現在の真のプレミアム価値はアクセス量ではなく、ノイズの少なさと人間の意図が確実に存在することへと移行しているんです。ということは、手作業で厳選された3万サイトというスケールの小ささや非効率さそのものがブランド価値になっているということですか？その通りです。AI が書いた完璧で構造化された文章よりも、少し不器用でデザインが古くても、間違いなく生身の人間が情熱を持って書いた個人的な体験談の方が、リスナーの皆さんにとってもはるかに価値があるはずです。いや、本当にそうですね。何か商品を買う前に、検索結果も上位に並ぶ AI 生成の比較サイトを無視して、わざわざ SNS でオルガニー実際のところと検索し直す、あの行動こそが私たちが人間の息遣いを探している証拠なんです。確かに。私も毎日のようにそれやってますよ。鍵のスモールウェブは、そういった本物の人間の息遣いを保証してくれる高いフェンス付きの庭のようなものなんですね。まさに AI というノイズが入ってこないように、人間による厳しい入場制限がかかっている空間です。オープンでボーダーレスだったはずのインターネットに、今再び人間のための閉鎖的な境界線が引かれようとしているなんて、なんという皮肉なんでしょうか。テクノロジーの進化がもたらした興味深い揺り戻しですね。さて、あっという間に時間が過ぎてしまいましたが、今日扱った5つのニュースの全体像が見えてきましたね。はい、非常に綿密な内容でした。既存の手法という地理的な境界線と激突するカルシ、ユーザーの背後で目に見えないセキュリティのフェンスを張り巡らせるアップル、巨大 AI の対価さんから脱却し、自分たち専用の家をコントロールしようとするミストラル。そして AI にどこまでシステムの鍵を渡すかで葛藤するガリータンのセットアップと、 AI の洪水から人間だけのウェブの境界線を守ろうとする鍵ですね。はい。これらはすべて急速に自動化されブラックボックス化していくデジタル世界において、リスナーであるあなた自身がどうやってテクノロジーの主導権を握り続けるかという大きな物語の断片なんです。つまりこれはどういうことなのでしょうか。私たちは今非常に得意な転換期にいます。テクノロジーの恩恵を最大限に受けながらも、その裏側で誰がシステムを操作し、誰がルールを決めているのかを見極める新しいリテラシーが求められているんです。新しいリテラシーですか？便利さの裏にあるトレードオフを意識し、自分にとっての神聖な情報とは何かを常に問い続ける必要があります。なるほど。では最後にオープニングでお話しした目に見えないフェンスや忍者の鍵交換の話に戻りましょうか。はい。もしアップルがバックグラウンドで静かにあなたのデバイスの安全を守り、インターネット全体が AI の生成したコンテンツで溢れ返っていくとしたら、近い将来、鍵のスモールウェブのような人間専用の空間にアクセスするためには、あなたが AI のボットではなく、本物の人間であることを静かに証明する全く新しいバックグラウンドヒューマンセキュリティが必要になる日が来るのではないでしょうか。それは
非常に想像をかき立てられる未来ですね。パスワードを入力するでもなく、画像の中から信号機を選ぶでもなく、あなたがスマホを持つ手の微細な揺れ、画面を見つめる時の視線の迷い、あるいはタイピングのリズム、なるほど。そういった人間の不完全さをシステムがバックグラウンドで勝手に読み取り、よし、こいつは紛れもなく人間だ。人間の庭に入れてやろうと判断する世界です。私たちの不完全さこそが人間であることのパスポートになるわけですね。そういうことです。次にあなたがスマホを開き、何気なくニュースをスクロールするとき、その裏側でどんな見えないフェンスが築かれ、あなたが人間であることを誰がどうやって証明しているのか、ぜひそのことを少し考えてみてください。日常のテクノロジー体験が少し違って見えるかもしれませんね。今回の深掘りはここまでです。一緒に深く潜っていただきありがとうございました。次回のセッションでまたお会いしましょう。